不動産屋さんの怪談です。これは同業者の不動産屋さんから直接聞いたお話です。その方を仮に林さんとしておきます。それはバブル絶頂期で林さんがちょうど不動産会社に勤め出した頃の話だそうです。その林さんは霊に敏感な方で、住むところも慎重に選ばないと怪奇現象に悩まされてしまうということでした。林さんは当時キャバクラに勤めている彼女さんの寮に転がり込んでいたそうなのです。そこでは金縛りなど霊現象に襲われ、居心地が悪かったので、彼女さんと一緒に新しい寮のマンションに引っ越すことになりました。その新しいところは築年数もかさむ古いマンションだったのですが、林さんも彼女さんも職場に近く便利でしたので、そこそこ気に入っていました。バブル期でしたから、不動産業の林さんは朝は早くから夜は終電ギリギリまで働いていました。ただ林さんが終電で帰っても、彼女さんは夜の仕事でしたから帰っておらず、帰宅する深夜3時15分まで林さんは一人でいたそうです。勤め出したばかりの林さんはマンションに帰ると毎晩くたくたで倒れ込むように寝てしまいました。ただ次第に力加減が分かり、体も慣れてきて帰宅後に寝る前のひとときを楽しめるようになっていったそうです。そんなある晩のことです。林さんはいつものように終電で帰宅し、マンションに到着しました。正面玄関を入ると、いつも決まったエレベーターは1階に止まっていたそうです。林さんが自分の部屋がある5階に行くためボタンを押そうと思った時、なぜかエレベーターは林さんの部屋がある5階から自動的に降りてきました。林さんは何の操作もしていないので、ああ誰かが乗って降りてくるんだろうと思ったそうです。そこで降りてくる人のために少し端に寄って待っていました。ところが1階でエレベーターのドアが開くと、誰も乗っていませんでした。林さんは特におかしいとも思わず、そのままエレベーターに乗り込んで5階まで上がったそうです。そして5階で降りて自分の部屋の前に行き、部屋の鍵をドアノブの鍵穴に差し込みました。そしてカチッと開錠してドアを開けるためドアノブを右に回しました。すると同時にドアノブが左に回されたのです。林さんはゾッとしました。明らかに自分が右に回したドアノブを左に故意に戻されたのです。左に戻す力がはっきりと感じ取れました。そして鍵もかかっていました。ですからドアを開けることができません。霊感の強い林さんは、これは人間の仕業ではないとすぐ分かったそうです。林さんはこのままドアの前にいるのが恐ろしくなり、急いでエレベーター前に戻り乗り込もうとしました。すると今度はエレベーターが1階に戻っています。林さんは焦ってボタンを押したのですが、エレベーターが上がってくる音が全くしないのです。ここにいたら何かもっと恐ろしいことが起きると思いました。早く早くと冷や汗をかきながらボタンを連打したそうです。するとやっとエレベーターは5階に届き、慌てて乗り込んで1階で降りました。林さんは一旦ここを出て近所のコンビニに行き、彼女さんが戻ってくる3時15分まで時間を潰していようと思いました。そしてコンビニに逃げ込むと、時間は深夜1時でした。しばらくしてやっと彼女さんが帰ってきたので、今あったことをすべて話すと、彼女さんは半信半疑でしたが、恐る恐る中に入っていったそうです。その時はエレベーターはいつものように1階に来ており、2人で5階に上がり、部屋の前に到着しました。そして彼女さんの目の前で再度林さんが鍵をさして開けてみたそうで、その時は難なくドアは開きました。さっきのは何だったんだと思いながらドアを開けて中に入ると、林さんはぎょっとしました。リビングルームに白い煙のようなものが
渦巻いていたのです。でも彼女さんには全く見えていないようで、普通にすぐ電気をつけたそうです。するとそこはいつものリビングルームで、白い煙などありませんでした。その日を境に林さんは毎晩お酒を飲まないと眠れなくなりました。さらに彼女さんが遅く帰ってきた時のトイレの流す音や便器の蓋を倒す音ですら気になり、心身ともに疲れ果てていたそうです。そんなある深夜のことです。林さんが先に一人で寝ていると、水の流れる音がしてきたそうです。最初彼女さんが帰ってきてトイレを流したのかなと思いました。でも便器を倒す音がしません。それにトイレを流す音とは何か違うような感じがして、林さんは目が覚めてしまいました。林さんは起き上がり、リビングに移動しました。そして彼女さんに「おかえり」と声をかけようとした時でした。林さんは唖然としたそうです。トイレとは反対側のキッチンに女性が立っているのです。それは半透明の中年女性で、キッチンの流しで洗い物をしていました。林さんに聞こえていたのはキッチンの水音だったのです。全身に戦慄が走った林さんは慌てて寝室に戻り、布団を頭からかぶってじっと彼女さんが帰ってくるのを待っていました。結局そのマンションも数日後に引っ越したそうです。その夜から引っ越すまでの数日間がさらに恐怖でした。彼女さんにも異変が起きたのです。血を大量に吐き、毎晩金縛りに遭いました。実はそのマンションの部屋なのですが、彼女さんのキャバクラの寮として借り上げた部屋でしたから、会社から管理会社に後日聞いてもらったところ、やはり自殺者が出た事故物件だったそうです。林さんは最後に、これは関係あるかどうか分かりませんがと前置きをして、私たちが引っ越して出て行った日に、隣かそのマンションで小学生の女の子が飛び降りて亡くなりました。これは錦糸町のマンションでの話です。と語ってくれました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。